ランス語でメゾン、店という意味で、お店という本当シンプルな名前にはなっているんですけど、昨今 SNS だったりが普及している中、個人が今ムーブメントを起こせる時代が来た中で、そういった現代だからこそ地に足をついたお店という場所を構えたいという僕の気持ちが今強い状況なので、出店を正直来年下北沢エリアだったりで考えてるんですけど、そこに向けた目標としてお店を持ちたいっていう意味も込めてメゾンという名前で運営している状況です。いろんなお客様に、いろんな客層の方に楽しんでいただいて、人ってジャンルだったり極めたりするタイミングが来ると思うんですよ。その際に、数多く幅広いジャンルをお見せすることができたら、その人が豊かになるんではないかなというところでオールジャンルセレクトしている状況ですね。他の古着屋と比べるとラックの本数は4本と少ないと思うんですが、上のラックから50s あたりのミッドセンチュリーなヴィンテージだったりを取り揃えていて、下段はドレスだったりモード系の80年代90年代のジョルジオ・アルマーニだとかエンポリオ・アルマーニ、ジャニー・ベルサーチであったり、マルタンやドリス、2000年初頭のドルガバとかちょっとアーカイブ気質なアイテムだったりモード系のアイテムが多く並んでいるラックになっていて、奥のラックですね、こちらが僕たちが今後やっていきたいジャンルではあるんですけど、 80s と呼ばれるアイテムを中心にちょっと感性に刺さるようなポップなアートヴィンテージと呼ばれるようなアイテムを並べています。手前のラックですね、こちらがミックスですね。ヴィンテージから 80s モードだったりの、その時僕たちがお客様に見せていきたいアイテムをピックしたラックになっています。やっぱりオーナーと僕はジュエリーも好きで、イギリスのアンティークのものからデザイナーズまで年代から値段の方も幅広く取り扱っていて、その中でも建築的な造形のものを多く仕入れてメゾンらしさを出しています。お店、今所属しているアトリエがあって、ファミリアという、いろんなクリエイターが集まるアトリエに今参加して、一つのコミュニティとして古着屋を運営してるんですけど、去年の年末ですね、折原うちの店長と、夜散歩をしていて、友人関係でもあるんで、よく何か未来の話をすることが多かったんですけど、2年前に彼と高円寺でお店を小さく仲間たちと運営していた中ではあったので、2人でいつかお店をやりたいねっていう話は、当時していて、その先ほど言ったファミリアっていう、ギャラリーに、僕お誘いがかかっていたのが去年の12月でしたね。でブランドを自分も運営しているんで、そのブランドとしての参加として誘われていたんですけれども、2人で古着という事業をしたいっていう気持ちも当時特に強かったので、一つ面白いタイミングなのかなと個人的に思いまして、正直コロナだったりいろんなリスクがある時代ではあったんですけれども、上野という街、むしろ感性だったりね、動物園もそうですけど美術館だったりがある街で、古着屋さんっていうイメージが今現状ない中で、そういった無人島のような場所で古着屋を運営した場合どうなるんだろうっていうシンプルに好奇心が特に当時強くて、もう僕たちのモットーとして今やるべきことをやるっていうところがあったので、2人でその日によしやろうかっていうことで決めて、その次の月内装の作り込む作業に入り、去年の2月の出来事ですけど、その2ヶ月間でオープンすることになりましたね。僕たちは日本国内を回って一つつながりの中で買い付けをするっていうことを今特にこだわりというか意識していることにはなりますね。例えば一つつながりっていうところで言うと、このアイテム、ミンクのファーのコートなんですけど、ミンクの糸で編まれたコートで、これ80年代に作られた、要はリアルな 80s の洋服なんですけど、これっていうのが当時お店に来てくださっていた、ご年配のお客様がいらっしゃいまして、特に服を買うわけでもなく、何か僕と対話をするっていうことを楽しんでくださっていたご年配のお客様がいらっしゃって、その方と話していた時に「君面白いね」ってふうに言っていただいて、ちょっと僕茨城に住んでるんだけど、茨城にちょっとレンタカーを借りて来てくれっていうふうに言ってくださったんですよね。なんだろうなと思ったんで、後輩ととある日に車を借りて茨城まで行く機会があって、そこでそのご年配の方が映画の脚本だったりやってる方なんですけれども、当時のご友人という形で80年代の工場を、当時ファーの工場をショップの運営していたオーナーさんですねを紹介してくれる機会があって、そこで出会ったオーナーさんが継承という形で応接間に通してくださって、僕とうちの店長折原と、その方で今の現状のファッションの話であったり、今後僕たちがこういったビジョンでお店をやっていきたいという話をした時に強く賛同してくださいまして、今から僕の今まで運営してきた80年代の工場の中身を上げるよって言ってくれたんですよね。そんな経験なかったので、
当時は何だろうとしか思わなかったんですけど、その後すぐに工場に連れてっていただいて、2階建ての大きな工場だったんですけど、中に入ると本当に宝の山というか、僕は特に服だったりを作るもので、生地だったりもう目がないんですよ。昔使われてたファーの生地だったりがもうたくさんあったり、当時の80年代を象徴するアイテムっていうのが、その工場にたくさんあって、そういった流れの中で、このファーのコートに出会うことができたり、ここにもねあるんですけど、当時作られたリアルファーヒョウの本ヒョウのコートで、僕の思い出としてずっとお店に置いていきたいなと思って飾ってますね。こういった話それましたけれども、つながりの中で何かを買い付けるっていうことが、僕たちは偶然ではなく必然の中で起きている状況が今あるので、そういった人とのつながりを大切にしながら日本中を今回って買い付けをしている状況にはなってます。内装に関しては今ファミリアとスペースで一区画としてやっているもので、正直その一つのお店という形ではない状況にはなってるんですけれども、箱型のこういった内装には今なっていて、箱を開いた時の側面にもラックを配置したりっていうところで、一つイギリスだったりのアンティークマーケットだったり、そういった場所っていろんな古着屋さんが一つのビルの地下に固まっててっていうような場所がロンドンにあって、そういう場所に僕よく行っていて、そのいろんな古着屋さんが集まる場所でも各々の小さくてもスペースでも何か表現ができるっていうところで、好きなものをただ詰め込むっていう形で今はイギリスのスタイルっていうかブリティッシュライクなスタイルをとっている状況にはありますね。なんですけど本当に僕がやりたい世界観っていうのはまた店舗を構えた時には変わってくるとは思っていて、そういった新しい店舗に関してはもっとより洗練された空間でカラフルないろんな服を売りたいなとは思ってます。僕の今お気に入りの家具になるんですけど、最近仕入れたものだとこのカウンターですかね、テレビ台みたいな感じでいいなと思って買ったんですけど、僕結構家具だったりを買う時にすごく基準っていうのがあって、一つ物の見方って人それぞれだとは思うんですけど、僕はアンディ・ウォーホルだったりの考え方だったりピカソとかの考え方が好きで、物を見る時はその表面上だけで僕はいいと思ってて、内側に宿るものって表面に出てくるとは思ってるんで、カルチャーだったり古着ってたくさんあると思うんですけど、そういうとこでも僕はあんまり考えないようにして今選んでいて、これを見た時に感じたのが、単純に古そうだなってところで店主と掛け合いしてったんですけど、300年前の棚になってて、フランスの西部で見つかったものっていう風に言っていただいて、そこはぶっちゃけどうでもよくて、昔の古い棚なんだなってとこで見てて、でその後見えたのが無数の穴が開いてたんですよね。シロアリに食い尽くされた家具になってて、シロアリって美味しい木を食い荒らして出てくんですけど、そのストーリーを聞いた時に、今の世の中の現状だったりっていうところと僕は何かつながる部分を感じて、今僕が買うべき家具ってこういうものなのかなって思って即決した次第ですね。アンティークの照明がかなり多く使われているんですよね。っていうのもお店さんによっては商材をしっかり見せるために、明るいライトを使うだったり、空気を作るためにってところもあるとは思うんですけど、僕が目線を合わせてるのは一応洋服だったりジュエリーになっていて、当時の今うちにあるものが50年代、もちろんアンティークの1840年代ぐらいのものもあったりから1990年代2000年代まで幅広いジャンルのアイテムがあるんですけど、当時そういう洋服たちって明るい蛍光と発展したライトっていうのが当たっていたかって言われたら単純にそうではないと思っていて、例えば1910年代ぐらいのリングなんですけど、モーニングジュエリーって言われる、いわゆるイギリスが国でお葬式をしていた時代のもので、メメントモリと言われるスカルのモチーフのリングなんですけど、頭にダイヤモンドがたくさん刺さってるんですね。それはもう当時のローズカットっていう技法でカッティングされたダイヤモンドで、ダイヤモンドって輝きをきれいに見せるためのその当時の技術が年代によって集結されてるアイテムになってて、このアイテムは蛍光灯のない時代に作られたダイヤモンドなので、自然光できれいによりよく見せるためにカットされたものなんですよね。なんでむしろ現代の蛍光灯だとちょっと強すぎて、僕はこのいやらしくない輝きがすごい好きでセレクトしているので、僕たちのお店の商材に合うような照明ってなった時はアンティークだったりと柔らかい照明を選ぶようにしてますね。古着の根付いていない街で古着屋をやっているっていうところで、でもお店の周りの外観を見ると日本の古き良き街並みをちゃんと残している街並みであって、上野ではあるんですけど、僕たちの属している入谷方面と呼ばれているんですけど、そちらはまだ人に知られていないエリアであって、人の流れだとか時間の流れがすごいゆったりとしている地域であって、でこのメゾンもお客様にゆっくりしていただける空間づくりになっているので、そこでゆったりと服を見ていただいたり会話ができる空間になっているのが一番の特徴だと思っています。
僕はもともと店員さんというものが苦手で、押し売りをされている感じを強く感じてしまって、その中で当時フラッと入った古着屋でこのメゾンを一緒にやっているオーナーの和光と出会いまして、彼から受けた接客が押し売りというよりも服の良さをもう親身に教えてくれる接客のスタイルで、すごいそこに惹かれて和光のお客さんとして、今は一緒にやってるんですけど4年ぐらい一緒に今いて、で今もいろいろな古着屋さん、下北沢のちょっと量販店のような古着屋さんだったり高円寺の古着屋さんを経て今ここにいるんですけど、やっぱりその時から接客のスタイルは根本的に変わらず、お客様一人一人に寄り添った接客スタイルをとっています。この上野という街でゆっくり見れる空間が設けられているので、そこで来ていただいたお客さん一人一人に親身になって、今何が必要なのか、何を求めているのかを服を通して会話の中でそれを見つけてあげて、どんなお客様も平等にフレンドリーに接していくスタイルをとっています。僕の接客スタイルはすごいいろいろな流れがあるんですけれども、当時原宿でまず古着を学ぶことを始めたんですね。でそこで僕が属していたお店は、お客様もそれこそあまりコミュニケーションが得意ではない方であったり、客層も幅広くあったお店、そこで幅広い商材を使ってたので、今の僕のお店のねスタイルにも影響を受けてるお店なんですけど、そこでの僕のスタイルはそれこそお客様のまず入ってきた時格好を見るっていうのも、その見下すだったり比べるだったりっていうのは一切せずに、どういう洋服をどういう感覚で、どういう場所で大体選んでるんだろうなっていうのを、まずジュエリーから頭から下までしっかり見て、こういうイメージで大体生活をしてらっしゃる方なんだろうなっていうのを想像した上で、その方に合った距離感で僕は接客するようにしてました。でその後実は高円寺の古着屋でも働いてたんですけど、そこではむしろ古着をこう武器として扱うようなお店だったので、むしろお客様の上に立つっていうところで、上からものを教えるっていうスタイルを取ってたお店なんですよね。なんでそこでは僕も新しい接客スタイルではあったんですけれども、クリエーションだったりを自分もするので、しっかりとその、強い部分っていうのも必要なんですよね。何かお客様が欲しい、わからないって言ったらこれわかんなきゃダメだよっていうか、上からしっかりと教えることはねしっかり教えるんですけど、厳しさっていう上での接客っていうのを高円寺でした印象です。なのでいろいろと両者後悔することはあったんですよね。保守的な接客で後悔したこともたくさんありました。いろんな流れが生まれないっていうところでも、攻撃的な接客は流れは生まれるけれども、人の気持ちだったりに寄り添えないっていうことがあったり、すごく僕の中で後悔することがあったので、お店を今構えてる時っていうのは接客はあまり正直考えて今ない状況で、僕は今主にお店で洋服だったりを作ることを常に考えている状況なんですよね。なんで上野という街でクリエイターの方だったり学生さんだったりが来てくれることが今多い状況で、むしろ床で学生が来たら一緒に絵描こうよって言ってデザイン画を描いて、その学生がコンテストでね優勝して海外行きたいんですってなったら、じゃあこうやってデザイン画描いてこういう記事選んで戦略を練っていったらうまくいくんじゃないかとか、そういうセッションしたり、学校で卒業してもねブランドってどうやってやるのっていうふうに僕は悩んだ身で、その後のらりくらりしながら今自分でもクリエーションしてるもんで、何かわからないことだったり悩んでることがある学生さん、何かに挑戦したいって方が来た時とか、そのお客様にとってその方ならではのクリエーションがより深まっていけるような気持ちで、僕は何かアドバイスできる身ではないですけど、ものの考え方だったり見方だったりをお客さんと一緒に自分も学ばせてもらってるっていうのが正しいかもしれないです。なので古着って資料としてもそうですけど、箸休めとしても見ていただける商材だと思うんで、学生さんとクリエーションの話をしたら、じゃあ今こういう要素を深めるにはこういうアイテムがいいのかもしれないねっていう形で、その人に合った、僕ならではのクリエイターとしての目線でおすすめはすることはありますね。それ以外は何も考えないでテラスでタバコ吸ってますし、ハンバーガー買いに行ってハンバーガー食ってぼーっとしてますし、ただ人が来た時はその人に興味をとことん持って、その人にとって何が今必要なのかを考えて接客してますね。数多くのお客様に恵まれた今状況で、来年にはそうですね、下北エリアだったりに店舗を出店する今予定となっております。正直僕たちは内装だったりお店の空気を大切にしたいので、もし僕たちに合う物件が見つかれば、もうそこで新しく店舗として新生メゾンをスタートしたいなとは思ってますね。で、僕個人としては自分でデザイナーズブランドという形で運営してるんですけれども、なぜちょっとスタイルが変わってるもので、日本では受け入れてもらいづらいスタイルなのかなと今思っていて、なんですけど、僕はやめることはおそらくしないので、この先も僕はブランドで自分のクリエーションであったり感性を磨きながら古着に落とし込むっていう作業は続けたいと思ってますね。なんで古着は僕のイメージだと、従業員だったり、家族もそうですけど、自分自身を守るための盾として、ブランドに関しては矛
として運営していく、僕はずっとものづくりには携わっていきたいという気持ちだったり、何かを作り続けるイコールその、前衛的な部分っていうところで、古着は一つ自分のクリエーションは続けていきたいとは思っていますね。何か古着屋さんに限らずお店を立ち上げたいって方に、僕が言えることは一つで、単純にお店っていう場所でしっかりとお店を守り続けなきゃいけないっていうことがまず大事になってくるんですよね。そういった場合従業員も守らなきゃいけないですし、そこを考えた時に今のSNS だったりで、いろんなね個人がもうそもそも論で顧客を持った状態でスタートできると思うので、ポップアップだったりいろんな形式でお店をスタートするってすごい簡単な時代来てるとは思うんですけど、僕は短期的なパワーが集約しているものって感じてしまうことが正直多いです。でもすごい大切なことなんですよね。ポップアップだったりを通して一つ大きな何か結果を出して、そこからブラッシュアップしていけばお店でできると思うんですけど、そういう方は洗練していく作業を間違えない限りはもう僕なんかよりすぐ表に出る時代だとは思ってるんですけど、僕みたいなものは本当にインフルエンサーでもないですし、誰にも名前も知られてないようなものなので、地に足をついていかなきゃいけないっていうところで、僕も文化服装学院という学校で洋服を作ってデザイナーを目指すっていう経緯からスタートはしたんですけれども、ずっとそのものづくりと古着だったりヴィンテージアンティークの要素のつながりっていうことは肌で感じていたので、一度も就職をしたこともないですし、古着屋さんでずっと働きながら自分のクリエーションを深めながらずっと生きていたっていうところで、何か諦めずに、僕は古着とクリエーションに向かい続けたので今の結果はあるんですけれども、何事も地道に目の前のことをしっかりと向き合っていかないとお店ってできるとは僕は思わないですね。長く続くお店もそうですけど、自分のやりたいこと価値観っていうのを、正直僕今荒削りの状態で胸を張れるかって言ったら張れない状態ですけど、もっともっといい商材をと毎日毎日後輩と考えながらどういう買い付けをしようとかどんなクリエーションをしようとかっていうのを僕は人より考えている自信はありますね。なので今やっていて思うのは、本当に向き合うことっていうのを怠らない限りどんな方でも古着屋さんってできると思いますし、どんな方でもデザイナーになれる時代は来てると思うんですけれども、自分たちの哲学だったりを本当に荒削りでももうスタートして深めていくっていうのがすごい最短ルートにはなってて、そういった挑戦するってことだったりを怠る人は絶対に古着屋さんはもうこれからできない時代が逆に来るんじゃないかなって思います。古着屋さんっていろんなお店あると思うんですけど、僕たちは本当に自由なスタイルで営業してるので、上野ってねちょっと行きづらいかなって思うかもしれないんですけど、意外と簡単に来れる地域で、僕たちはお店という形で古着だけでは運営していないので、例えばブランドをやりたいとか、学校に通ってたけど学校じゃこういうこと学べなかったとか、そういう人に対しては僕は古着屋さんですけど洋服の作り方から工場さんだったりパターンナーさん紹介するよとか、単純にものづくりに何か携わりたいっていう人がいたら僕が心込めてサポートさせていただくので、そういった方に僕は来てほしいですね。古着っていろんな概念あると思うんですよね。安いから古着っていう人もいれば、ヴィンテージアンティークだったり、そういったジャンルで見てる方もいると思うんですけど、僕も僕の後輩も原宿で 90s のストリートから 80s のね、ジャンルから高円寺でアンティークヴィンテージユーロだったり、それこそ日本の買い付けもねジャパンヴィンテージって言われるジャンルも取り扱ってるんで、数多くのジャンルのお話が僕らのお店ではできるとは思ってるんで、どんな方でも一度来てみてこのファミリアとアトリエ、またメゾンという僕たちのお店を体感していただけると幸いです。